67歳の佐野茂は今朝もスーツに袖を通した。定年を過ぎても週5日電車に揺られ会社に通い続けている。若い連中に比べたら俺は遅い。物覚えも悪い。でもな、人に迷惑だけはかけたくないんだよ。今月彼は年金支給開始からちょうど2年の節目を迎えた。会社の若い総務が言った。佐野さん、年金って65歳からですよね。もうちょっとずつ増えてきてるんじゃないですか。ああ、まあな。その日の帰り道、佐野はポストから年金振込通知書を取り出し、夕食を終えた後、静かに封を切った。ちょっと待て。先月より少ない。紙面には厚生年金の支給額が減額されている数字。説明はどこにも書かれていない。なんだこれ。年金ってずっと同じ額もらえるもんじゃなかったのか。翌日、佐野は年金事務所を訪ねた。数字の間違いではないか、その一心だった。はい、佐野さん、確認いたしました。在職老齢年金による支給停止ですね。在職、年金が止まる。在職老齢年金。働きながら年金を受け取っている人に対し、一定の収入を超えると年金の一部をカットする仕組み。対象は厚生年金を受け取りながら働く人。給与足す年金の合計が一定額を超えると超過分に応じて厚生年金の支給が減る。2025年度の基準額は月51万円。2026年度からは月62万円への引き上げが予定されている。国民年金は減らされない。年金って働いたご褒美じゃなかったのかよ。働き続けることが罰になるなんて。制度には不正もミスもない。だが彼の人生には穴が開いた。ある晩、妻美智子が言った。今月の年金ちょっと多かったのよ。嬉しいわ。俺より多いじゃないか。月25万円の嘱託収入と年に1回の賞与、それに老齢厚生年金の月額を足すと支給停止ラインをわずかに超えてしまい、年金の一部が停止されていた。67まで週5で働いて、それでパートだった妻より年金が少ないって何なんだよ。子供たちが帰省した時、何気ない一言が突き刺さった。もう働かなくていいじゃん、父さん。家もあるし、年金もあるしさ。あると思ってたんだよ。年金がちゃんと出るって信じてたんだ。在職老齢年金。働く高齢者の年金額を調整する制度。月収足す年金の合計が多い人の年金を減らす。年金の二重取りを避けるための調整策。制度としての合理性は一応ある。だったら最初から働くなって言ってくれよ。制度は誰も傷つけようとしていない。けれどそこに人の心はない。かつて60歳前半の基準額は28万円だったが、2022年に47万円へ引き上げられた。2025年度には51万円、2026年度には62万円への引き上げが決定済み。退職後は退職改定により年金額が再計算されるが、在職中に停止された分が後から支払われることはない。この制度、どうせ一部の高収入者だけにしか関係ないと思っていませんか？でも実際には全国でおよそ50万人がこの制度の影響を受けています。2026年度からの基準額引き上げ後もなお約30万人が影響を受ける見込みです。つまり普通に働いてるだけで引っかかる。
そういう制度なんです。春、佐野茂は会社に辞表を出した。体力の限界、そう言ったさ。本当は、もう、信じられなくなっただけなんだ。あなた、働かなくなったら元気なくなるわよ。わかってる。でもな、働いたら年金が減る。働いたら、損なんだよ。在職老齢年金。それは、制度としては正しい。だが、生きがいを奪うには、十分だった。働けば年金が減る。でも、働かないと、誇りが減るんだよ。あなたなら、どうしますか？